こんにちは。今回は BB 戦士デスティニーガンダムを改造していきたいと思います。まずはデスティニーガンダムの各部にある合わせ目を消していきます。合わせ目消しにはクレオスの流し込み接着剤を使用しました。この接着剤を合わせ目部分に塗布して少々時間を置いた後にパーツ同士を貼り合わせます。パーツを貼り合わせた際に合わせ目部分から溶けたプラスチックがはみ出てきたら合わせ目消しは大体成功していると思います。この作業の後は接着剤が乾燥するまで最低でも1日しっかりと乾燥させましょう。接着剤が乾燥したら合わせ目からはみ出ているプラスチックを取り除いていきます。まずは彫刻刀を使用して大まかにプラスチックを取り除きます。次にデザインナイフを使用して残った細かいプラスチックを取り除きます。この作業ではプラスチックをナイフで切るのではなくナイフでカンナ掛けをした方が良い感じですね。最後に紙やすりを使用してこれまでの作業で荒れたパーツの表面をきれいにしていきます。やすりかけが終了したらパーツの合わせ目消しは完了になります。続いてパーツの肉抜き穴を処理していきます。まずはパーツの肉抜き穴にアルミホイルを詰めていきます。この時に爪楊枝やスパチュラ等棒状の道具があると作業しやすいですね。アルミホイルを詰め終えたらエポキシパテを用意します。パテはしっかり練り込んでおきましょう。パテを練ることができたら肉抜き穴にパテを詰めていきます。削る作業が大変になるので詰めるパテはできるだけ最小限にとどめておきましょう。そうそう、この作業時にも棒状の道具があると作業しやすいですよ。今回は塗料の調色スティックを使用して作業しました。詰めたパテが乾燥したらデザインナイフを使用して大まかにパテを切り取っていきます。この作業ではなるべくパーツの形に合わせて少しずつパテを切り取っていきます。デザインナイフを使用してパテを切り取り終わったらリューターを使用して一気にパテを削っていきます。リューターはデザインナイフを使用してボコボコになったパテをきれいにならす感じで削っていくと良い感じ。リューターでパテを削ったら彫刻刀を使用して削り残したパテを取り除いていきます。リューターで全て削り切ろうとするとパーツの形が変わってしまう恐れがあるのである程度まで削ったら手作業にしましょう。仕上げにヤスリかけを行いパーツの形をきれいに整えていきます。
ある程度パーツの形が左右対称になったら肉抜き穴処理作業は完了になります。続いてコテに開いている穴を塞ぎます。この穴はシールドを取り付けるための穴なのですが、シールド使わないし穴が開いていると完成時の見栄えもあまり良くないので今回は塞いでしまいます。まずは穴に太さ 3mm のランナーを刺し、ある程度の部分でカットします。ランナーをカットした後は彫刻刀などで少しランナーを押し込み浅い穴を作ります。この浅い穴に瞬間接着剤を塗布して乾燥させます。接着剤が乾燥したらヤスリでパーツと接着剤がつらい位置になるように削ります。きれいに接着剤を削り切ることができたら穴埋め作業は完了になります。最後にアンテナの改造を行います。まずはアンテナの肉抜き穴処理を行います。アンテナの肉抜き穴は浅いのでアルミホイルを詰めずそのままパテを詰めていきます。パテが乾燥したらリューターでパテを削っていきます。先ほどはデザインナイフを使用してある程度パテを切り取っていましたが、デザインナイフでパテを切り取るとアンテナに詰めたパテが丸ごと取れてしまう恐れがあるので、浅い肉抜き穴を処理したパテは初めからリューターでパテを削った方が良いと思います。リューターでパテを削ることができたらヤスリを使用してパテの表面をきれいに整えていきます。続いてアンテナの先端を鋭く尖らせていきます。まずはアンテナの先端をヤスリで削り平らにしていきます。ヤスリで接着面を作ったら瞬間接着剤を使用してプラ板を貼り付けていきます。今回は 1mm 厚のプラ板を2枚貼りました。瞬間接着剤が乾燥したらニッパーを使用して大まかにプラ板をカットします。この作業中によくプラ板が取れてしまいますが、作業のやり直しは最後に行います。まだ取れていないプラ板も今後の作業中に取れる可能性がありますからね。やり直すのは同時の方が効率が良いと思います。多分プラ板を貼りヤスリで先端を鋭く尖らせることができたらデスティニーガンダムに行う改造作業は終了になります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もデスティニーガンダムの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?